ケッチブックには、よく見かけるこういうのですね。ペラペラとなっていて、ワイヤーでこのように留められています。これのことを、スパイラルとかスプリングというふうに呼びます。これが一般的です。そして、水彩のスケッチブックになりますと、こちらも水彩紙なんですけれども、スケッチブックが開けると全部一枚一枚になってないんですね。このように全ての紙が糊で固められています。こんな風に。こんなですね。こんな風になってます。こんな風に固まっています。で、紙というのは水を吸い込むとボコボコにこううねるようになります。でそれを止めるためにこう四方がすべてこうやって糊付けされて固まっています。でこの状態でここに絵を描いても紙がうねりません。このように固められているスケッチブックのことをブロックと言います。でそのようなわけでこちらのスケッチブックはブロックタイプのスケッチブック、それからこちらがスパイラルやスプリングといった形のスケッチブックになります。各スケッチブックによってブロックとスパイラルが、両方発売されていることがほとんどです。どちらが自分に使いやすいかですね。こうやってスパイラルになっている方がいいっていうんだったらあれですけど、たくさんお水を使う絵を描くんだっていう時は、例えばこの紙だったらこれのブロックの方を買って使うというふうな風になります。でこちらのこの紙がウォーターフォードというんですが、このウォーターフォードもこのスプリングタイプの方も売っていまして、一枚一枚にこの縦ですね、縦になってここがスプリング、スパイラルになって一枚一枚のタイプも売っています。はい、で今回はこちらのブロックタイプについて詳しく説明していきたいと思います。一箇所だけここにこういう風な隙間がありまして、ここに何かこう物をね入れて、ペーパーナイフですねをここにグッと入れてこうやって剥がしていきます。ですけども、絵を描く前にこれ剥がしてしまってはダメです。このままの状態で描いて、描き終わってからペーパーナイフを入れて紙を剥がす風にしてください。で、これ固まってるのがですね、これ糊付けされてるんですが、水張りというものをされている状態です。で水彩は水をたっぷり使うので紙がこうやってボコボコになります。そのボコボコを軽減するために紙を板にですね、ビシッと貼るんです。でそれを水張りと言うんですけども、その水張りが全部されているわけです。ですので、一枚剥がして描いてしまうと、せっかくの水張りがなしになった状態で描いているということですので、描き終わってからね、剥がすようにしてください。でちょうど今、私の前回の YouTube の絵がありますので、ちょっとこれを剥がしてみますね。はい、こんな風な絵が描き終わりました。で、スケッチブックくっついてます。くっついてます。ですので、ここに入れます。こんな風に入れます。で、これは何でもいいんですね。例えばこれ今、ペーパーナイフじゃないんですけど、みたいなものでやってますが、こういう、ポストカードとかでこうやって差し込んで、ポストカードでも切って、指はがきとかですね、はがきでも剥がせます。何でもいいんです。ポイントカードのいらないので剥がしてる生徒さんとかもいらっしゃいました。はい。じゃあ、ここで、こんな風にね、剥がします。今、剥がれました。こんな風にね、書いてから剥がすものです。こんな風にしてください。でまだこっちはね、固まってます。剥がしてね、書かないようにしてください。ブロックの紙は書いた後に剥がしていただくものなので、このまま F4 のサイズだったらこのままね、書いていただければいいと思うんですが、ちょっとね、これだと重い、1枚にしてね、もっと軽くしたいと、絵画教室などに行かれる方は、重いという場合はですね、これ水張りしてあって、もったいないんですが、先に剥がしてしまいますね。では、書いていただくから剥がしてしまいます。剥がしました。
で、これね、裏表ありますので、気をつけてくださいね。こちら表上です。で、これを1枚にした紙を、こういったですね、軽いんですけどね、文房具屋さんで売ってる、アーティストパネルと書いてありますが、発泡剤ですね。こんな感じです。こんな紙、こういう板だったりとか、ベニヤですね。これね、シナベニヤって言って、白くてツルツルしてるベニヤ板。ホームセンターで売ってます。こういうものだったりとか、ブロックのスケッチブックがこう使い終わった後のこの厚紙ですね。非常にしっかりしてるんですね、これ。でこれとかに、こんな風に置いていただいて、でこちらマスキングテープと言います。四方に貼ります。こんな感じですね。正式な水張りをした方がいいんですけども、これが、重さの問題でね、こういう風に軽いものにね、貼って持ってくるっていう。こちらのスケッチブックね、このブロックの、ちょっとね、心配なところがですね、難しい技法に進んでくると、お水をたっぷり使うわけです。で、これ 300g って言って、1枚がね、非常に厚い紙なんですよ。1枚が厚いんですよ。で、たっぷり水入るんですけども、次の紙にも色が染みたりしてしまいますので、難しい技法になってきたら、やはりこの1枚ずつを、こんな風にちょっと、これは水たくさん入れるとボコボコしてしまいますが、これか、あとはね、ちゃんと水張りですね、をして使っていただいた方が、安全です。いかがでしたでしょうか？ブロックタイプと、このスプリングタイプ、知っていただけたかなと思います。今回は、このように紙を台紙に貼って、この簡易の押さえをして、紙を留めてかけますよというお話をしましたが、本来は正式な水張りという仕様があります。こういう水張り板というんですけども、ベニヤ板に線がありますね。こういう板にですね、紙をバシッと貼って、水張りテープというので貼って、こんな風に紙がピンと貼られていますので、よれないんですね。という方です。これは水張りというんですが、この水張りの仕方についてはまた今後、また別の動画でアップできたらなと思います。